皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。突然ですが、皆さん、日本昔話を知っていますか？昔から語り継がれてきたお話って皆さんの国にもありますよね。日本にもたくさんあります。それが日本昔話って言います。子供向けの絵本になっていたり、学校で習ったり、テレビでアニメになったりして、多くの日本人が子供の頃に触れてきた物語です。今日はその中でも特に有名な昔話を紹介しながら、日本人がどんな価値観を大切にしてきたのか、どんなメッセージがあるのかについてお話ししていこうと思います。昔話のメッセージは、大人になって改めて考えてみると、すごく大切なことだなと思うものが多かったので、皆さんにもご紹介します。はい、まず、日本の昔話の特徴についてお話ししたいと思います。日本の昔話はね、だいたい昔々あるところにっていう文章から始まります。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。みたいな感じ。英語で言う once upon a time みたいな感じですね。そして、めでたしめでたしって物語が終わります。だいたいこのセットですね。あとは、やっぱり物語なので、メッセージが込められていることが多いです。こう生きたらいいよ。こういう行動は良くないよと教えてくれる人生のヒントでもあります。だから、日本の昔話を知ることは、日本人の考え方や価値観を知るのにとても役に立つんですね。じゃあ、ここでちょっと日本の昔話をいくつかご紹介しようと思います。まずは、日本人なら知らない人はいない。桃太郎。ある日、おばあさんが川で洗濯をしていたら、大きな桃が流れてきたんですね。家に帰って、その桃を切ってみると、なんと中から男の子が出てきます。桃から生まれた男の子、桃太郎が犬、猿、キジを仲間にして悪い鬼をやっつけに行くという物語です。キジっていうのは鳥の種類ですね。この話に出てくるポイントは仲間です。桃太郎は一人で戦いに行くのではなく、仲間と協力して鬼の元へ向かいます。仲間である犬、猿、キジにはそれぞれ得意なことがあります。犬は地上、猿は木の上、キジは空という役割分担があったというのはよく言われている説です。一人では難しい鬼退治もいろいろな個性を持った仲間と力を合わせれば達成できるということですね。日本ではチームワークが大切と言われますが、確かに桃太郎の話はその象徴のように感じますね。
もう一つ、昔話といえば、鶴の恩返しというお話があります。ある日、おじいさんが罠にかかっていた鶴、一羽の鶴を助けます。すると、その夜、美しい女性が家にやってきて、一晩泊めてほしいと言います。かわいそうに思ったおじいさんとおばあさんは、一晩と言わず彼女をしばらく泊めてあげることにします。ある日、女性が布を織るので、部屋を絶対に覗かないでくださいと言って、部屋にこもって布を織り始めます。女性の織る布はとても美しいもので、街でも高く売れて、おじいさんとおばあさんはだんだん裕福にお金持ちになっていきます。そんなある日です。おじいさんは好奇心に負けてその部屋を覗いてしまうんです。すると中には人ではなく鶴がいました。しかも自分の羽を抜きながら布を織っていたんです。鶴は約束を破りましたね。もうここにはいられませんと言って飛び立ってしまうというお話です。この話からは2つのメッセージが読み取れます。一つは他の人に与えた優しさは自分にも返ってくるということです。おじいさんが罠にかかった鶴を見つけて助けたことで、鶴は人間に姿を変え、おじいさんたちに恩を返します。これを日常に置き換えると、困っている人に手を差し伸べることの大切さが伝わりますよね。そして二つ目のメッセージは、約束は破ってはいけないということです。鶴は決して部屋を覗かないでくださいとおじいさんとおばあさんに約束させますが、二人はその約束を破ってしまいます。これにより鶴はもうこの家にいることができず、おじいさんたちと別れることになります。このエピソードは約束を守ることが人間関係を築く上でどれだけ大切かを教えてくれます。この他にもたくさん昔話はあるので、気になった人はぜひ検索してみてください。最近は昔話が時代とともに変化して刺激がなくなってきているという話を聞きます。これはテレビでやっていたんですけど、私が子供だった頃と全然違うんですよね。例えば、さっきご紹介した桃太郎。私が読んだ昔話では、犬、キジ、猿は家来として桃太郎の下につくというお話でした。でも、現代版では、犬、キジ、猿は家来ではなくて、どちらが偉いとかはない、パートナーとして描かれているそうです。そして、キジが鬼に目つぶしをするというシーンが昔はあったんですが、今は手をつくというシーンに変わっているそうです。他にも変わっているところがいろいろあって、もう違う話になっちゃうじゃんと思いました。でも私が子供の頃に読んでいた昔話も、それが書かれた大昔の物語とは違う話になっているかもしれないですよね。その時代の価値観に合わせてどんどん変わっていっているんですね。ということで今日は
日本の昔話についてお話ししました。どの物語にも日本人が大切にしてきた心が現れています。皆さんの国にもきっと昔から語り継がれている物語がありますよね。その物語にはどんなメッセージがありますか？もしよかったらコメントで教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。よろしければチャンネル登録お願いします。